報告書全体を通して可能性についての言及にとどまっており、この意味において決して報告書のすべてを否定するという意図はございません。自ら携わってきた百条委員会の報告書に反対の立場から討論を行うことに対し葛藤もございましたけれども、以上述べました理由により本議案の採択には反対をいたします。兵庫県議会で3月5日開催された百条委員会報告書提出案の議決での増山誠議員の魂のこもる反対意見です。それでは動画をご覧ください。これより討論に入ります。討論の通告がありますので、発言を許します。増山誠議員。増山議員。無所属の増山誠です。文書問題調査特別委員会の提出した調査報告書に対し、議会の了承を求める本議案に対して反対の立場から討論を行います。まず、百条委員会の委員の皆様におかれましては、膨大な資料の読み込みや長時間にわたる審議など、報告書の作成にあたり、多大なるご尽力をいただきましたことに、心より感謝申し上げます。また、故竹内元県議におかれましても、11月18日に辞職されるまでの間、真相究明にご尽力されましたことに感謝申し上げますとともに、衷心よりご冥福をお祈り申し上げます。私も委員として直前まで百条委員会に携わっておりましたが、諸般の事情により辞任することとなり、委員の皆様にご負担をおかけしましたこと、心よりお詫び申し上げます。奥谷委員長におかれましては、報告書の取りまとめに際して、各会派の意見を集約するという大変難しい作業を果たされましたことに対し、敬意を表したいと思います。世間では百条委員会の在り方についてさまざまな意見が出ていると承知しております。百条委員会の審議が始められ、報告書が出る前に知事に対する不信任決議案が可決されました。私を含めた委員各位がどんなに公正中立に議論を行おうとする思いを持っていたとしても、この時点で百条委員会は外形的中立性、客観性が損なわれており、議会自らが下した不信任決議を追認、正当化するための結論、すなわち不信任決議をしたことは正しかったという結論を導く組織になっているとの構造的な問題から免れることはできません。この点については、委員の一人として参加していた者として、委員会の中立性への疑義を委員会の中で提案し、委員会の中止を含めた議論をすべきであったにもかかわらず、それができなかったことを私自身、大いに反省しております。報告書の内容に関して、私の思うところを述べさせていただきます。元西播磨県民局長作成の当該文書の構成は、ある出来事に関する事実を提示する文章があり、それに続いて文書の核心部分として違法性の提示が行われるという特徴があります。そして文書の核心部分、すなわち違法性の提示部分において、何ら根拠のない憶測に基づいた誹謗中傷性の高い結論を導いております。まず文書の項目1、伊予木部誠理事長ご逝去に至る経緯についてを例に挙げてご説明いたします。文書では、まず、伊予木部誠理事長に対して、副理事長の解任を通告した一連の出来事が提示されています。具体的には、片山氏が副理事長解任の通告をしたこと、
伊予木部理事長が立腹していたこと、伊予木部理事長と斉藤知事が疎遠だったことがこれにあたります。これについて報告書8ページ以の事実に対する評価において、文章にあるこれら一連の出来事を提示した部分に対し、一定の事実が記載されているものと考えられると結論付けております。しかしながら、本項目、伊予木部誠理事長ご逝去に至る経緯についての核心部分は、斉藤知事、その命を受けた片山副知事が何の配慮もなく行った伊予木部先生への仕打ちが、日本学術会の手法である先生の命を縮めたことは明白です。という違法性の提示部分であります。伊予木部氏へ副理事長の解任を通告した一連の出来事は事実でありますが、事実から核心部分である違法性の提示に至る論理は大いに飛躍しており、作成した元西播磨県民局長も憶測であると認めております。解任通告に関する一連の出来事において、違法性のある事象は一切見られず、核心部分である命を縮めたことは明白という違法性の提示は、誹謗中傷にあたる内容となっています。次に、文章の項目3、次回知事選に向けた投票依頼についても同様に、出来事を提示する文章、令和6年2月13日に田島地域の商工会、2月16日にも別の場所へ出向きという事実の記載があり、続く文章で投票依頼をしたという違法性の提示を行っております。項目3、次回知事選に向けた投票依頼についての確信は、公職選挙法違反、地方公務員法違反という違法行為の提示にあり、この事実が確認できなかったのであれば、誹謗中傷性の高い文書であるという記載が必要であったと考えます。続いて項目6、阪神オリックス優勝パレードにかかる信用金庫からのキックバックについてにおいても、まず出来事の提示として、パレードの資金調達が難航していたこと、信用金庫への補助金が増額されたことなどを提示し、続く文章でキックバックさせたという違法性の提示を行っております。この項目6の阪神オリックス優勝パレードにかかる信用金庫からのキックバックについての確信は、公金横領、公費の違法支出という違法行為の提示にあります。報告書の19ページにおいては、文書の記載内容について、一部で事実誤認や憶測も含まれてはいるが、一定の事実が記載されており、虚偽の内容とまでは言えない。公金横領や公費の違法支出は認められなかったとの記載があるように、出来事としての事実には虚偽が含まれないものの、文書の核心部分の違法性の提示について、公金横領や公費の違法支出は認められていません。他の項目についても同様に、文章の核心部分について違法性が確認されたものはないことから、再三にわたり知事が主張している誹謗中傷性の高い文書であるという記載があるべきであったと考えます。次に、公益通報者保護にかかる調査の内容と結果について意見を述べます。書面調査に対し、意見書をご提出いただいた野村修也弁護士は、今回の文書の場合には、通報者探索がやむを得ない事由にあたるという主張を29ページにわたる詳細な意見書において述べられましたが、報告書では、この意見書の内容を、今回の文書の場合には、通報の探索が例外的に許容されるのではないかという参考人の意見もあったという一文にのみ反映しております。野村修也弁護士は、今回の事例を
個別具体的な事案として精査し、通報者探索がやむを得ないとの意見を述べられておりますが、報告書では、これに対する個別具体的な反証をすることなく、消費者庁の示した一般的な法解釈を示し、公益通報者保護法に基づく指針を原則通り遵守すべきと考えられると原則論をもって野村弁護士の意見を否定する文章となっております。専門家による個別具体的な事案に沿った意見書を明確な反証がないままに一方的に報告書にて否定をするなど、公益通報者保護法に違反しているか否かの議論が尽くされたとは言い難い記述となっていると考えます。次に、報告書の総括について意見を述べさせていただきます。元西有馬県民局長が文書を作成・配布したことは、知事や知事周辺の職員の失墜を計画し、実行に移していた可能性があるという背景事情を抜きにして語ることはできないと考えます。県職員を仲違いさせるために作成し、本人に匿名で配布した怪文書の存在、知事や知事周辺の職員の失墜を計画していたことが伺える文書の存在、40ページ以上にわたる特定の幹部職員を排除した人事案の存在は、一切なかったものとして告発文の総括を行うことは、本事案の一側面にしか光が当たっていないように感じられます。公正中立な立場から調査を行う百条委員会の報告書として、文章に記載されたさまざまな事象について、可能性がある、問題なしとは言えない、過言ではない言動があったと結論付けているのであれば、そうではない可能性、すなわち元西有馬県民局長が知事や知事周辺の職員の失墜を計画し、その一環として文書が作成された可能性や、公益通報者保護法について、通報者探索がやむを得ない事例にあたる可能性など、反対の可能性についても触れるべきであったと考えます。以上、報告書について私の思うところを述べさせていただきました。冒頭申し上げましたが、これまで百条委員会の委員の皆様におかれましては、資料の読み込みなど多大なる労力と時間を真相究明に捧げられ、真摯な議論が行われてきたことに対し、心から敬意と感謝を感じております。報告書全体を通して、可能性についての言及にとどまっており、この意味において、決して報告書のすべてを否定するという意図はございません。自ら携わってきた百条委員会の報告書に、反対の立場から討論を行うことに対し、葛藤もございましたけれども、以上述べました理由により、本議案の採択には反対をいたします。ご清聴ありがとうございました。以上で通告に基づく討論は終わりましたので、これをもって討論を終局いたします。続いて評決に入ります。本件は起立により採決いたします。委員長、委員会調査報告書を了承することに賛成の議員はご起立願います。起立多数であります。よって委員会調査報告書は了承されました。皆さん、今回の動画はいかがだったでしょうか。増山議員の判断が正しいのか、
採決多数で可決された議員の判断が正しいのか、皆さん動画の感想をコメント欄に記載していただきますと嬉しいです。チャンネル登録いいねもよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。